はい、皆さんこんにちは。機械系男子のケンチです。今回はですね、ついに僕のチャンネルがですね、登録者数が1000人を超えました。本当に皆さんありがとうございます。それでですね、今回の動画は、1000人到達したんで、1000人到達、するまでの干渉に浸りながら、なんでね、ここまでやってこれたかっていうのをお話ししてですね、あと、僕のですね、自己紹介動画にしようかなと。一問一答形式ですね、50問の質問に答えていくっていう形式をとって、僕の自己紹介をですね、動画の後半にしたいと思いますので、前半部分が興味ないよっていう方はですね、動画の後半に行ってもらって、自己紹介を見ていただければなと思います。前半はですね、おそらくは同じ YouTuber 向けにですね、まだ1000人到達してない方とかを、励ますようなメッセージみたいな、ただね、僕もやっぱ1000人到達したばかりなんで、大きいことは言えないんですけども、どういう考えでここまでやってこれたかっていうのをね、お話ししていこうかなと思います。はい。ではですね、まず前半部分の、YouTube でついにね、登録者数が1000人を超えたってことについて、ちょっと自分のね、いろいろなことを話していこうかなと思います。まずはですね、僕が YouTube を始めたのは、丸3年前になるんですね。丸3年の月日を得て、ついにですね、1000人到達できたんですけども、なかなかね、いないんじゃないかなっていう。やっぱり YouTuber って1000人到達するまでにほとんどの人が辞めると。で1000人到達できるのは、ほんの数パーセントだというふうに言われてるんですけども、そんな中でね、3年間別に収益が入ってくるでも何でもないのに、ずっと黙々とね、淡々と続けられたっていうことはね、やっぱ今から見ると大きいですよね。すごいなっていう。ただですね、今1000人到達できたんですけども、まだ実際に収益化はね、達成できてないんですね。収益化条件の2つ目の条件、過去1年間の、自分の総再生時間が4000時間を超えないといけないんですけども、それにね、全然達してないんですね。これはね、普段出してる動画があまり視聴回数も稼げてないし、再生時間も伸びてないんで、しょうがないんですけども、4000時間に対して今ね、2500時間ぐらいしか行ってないんですよ。なので、あと1500時間を最低でもこの1年間で達成しないと収益化できないんですね。なので、これからもですね、適度に視聴回数だったり、皆さんがね、長く見てくれる動画を作り続けていきたいなと思ってます。で、この3年間ですね、僕がどうやってね、なんでここまでね、続けてこれたかについてね、お話ししていくと、YouTube をね、始めた最初のきっかけってのは、副業のためだったんですね。あとはですね、自己顕示欲っていうんですかね、さっきも言ったんですけど、数パーセントしか、1000人到達できないよって言われてる中で、その数パーセントに入りたかった。入りたかったというか、自分がね、YouTuber として、一つの壁を、ね、乗り越えたっていう実績が欲しかったんですね。自分はやればできるんだぞっていうのを自分でも分かりたかったし、示したかったっていう自己顕示欲なんですよ。で、もう一個ね、僕は自分の身をもってね、やってみたかった、示したかったことがあって、それがですね、どんなに平凡でも、特に才能がなくても、YouTube を続けることだけで、1000人到達できるかどうかっていうのを、自分の身をもってね、証明したかった、明らかにしたかったことなんですね。やっぱり YouTuber を見てても、トップの YouTuber はやっぱ面白くて、視聴者をね、引きつける何かを持ってると。でも実際に1000人そこら辺とか1000人とか2000人の YouTuber を見てても、みんながみんな自分とはもうかけ離れてるなってほど、面白いってわけでもないと。なのでね、やっぱり1000人を到達するだけだったら、多分そんなにね、平凡でも続けるだけでいけるんじゃないかなってのを、僕はやっぱ信じて疑わなかったんですよ。それをね、自分の身をもって示したかったんですね。現に1000人到達できたんで、本当にね、本を一冊一冊紹介していくだけの YouTuber でも到達できるってことが分かりました。しかもですね、この戦いはですね、かなりこっち側に有利な戦いで、1000人到達するまでやめなければ、絶対にこっちに分があるんですよ。というか、自分から負けを認めない、自分から退かない限り、1000人到達するっていう目標に対して、こっちはね、負ける気配がないんですね。勝つ可能性しかなくて、どんなに時間かかったとしても、1000人到達するまで続ければ、こっちの勝ちというか、こっちの目標達成なんですよ。なので自分から退くか、1000人到達するまで続けるかの戦いになってくるんですよね。そういう意味でもやっぱ僕はね、退けなかったというか、やっぱ途中で諦められなかったっていうのがありますね。3年の月日が流れても。やっぱ、自分で自分の限界を決めるの嫌だなと思って続けることができましたね。ある有名な、エジソンの言った言葉ですね。言った言葉そのまんまじゃないと思うんですけど、失敗をしても、成功するまでずっと失敗し続ければ、それらの失敗はいずれ全て成功への道になるっていう言葉。失敗を失敗で終わらせれば、それは失敗だったと。でも失敗しても、成功に行くまでずっと失敗し続ければ、成功した瞬間に、それら全ての失敗が成功への道になるっていう
こと。当たり前のことを言ってるんですけど、そういうマインドを持ってね、続けることができたっていうのもありますね。で、ここからはですね、まだ1000人到達できてない人に向けた言葉なんですけども、実際ですね、僕が始めた3年前も、YouTube はすでにオワコンだって言われてたんですよ。もう YouTube では稼げないって言われてたんですけども、じゃあだからといって YouTube のね、次に変わるものが出てくるまでずっと待ってるかっていうのも、それもね、やっぱちょっともったいなくて、今自分の目の前に何かできることがあって、それに手が伸ばせる状態であれば、それを掴んじゃうのが一番いいかなっていう。ある有名な人が言った、何か思い立った瞬間があると。それを思い立った瞬間が、それ以降の自分の人生において一番若い日だと。もう自分の過去は変えられないから、今自分が何かをしようと思ったんであれば、その瞬間が一番若い日だと。で、もう一つ、これもね、誰かが、有名な人が言ったんですけども、チャンスは待っててくれないし、のこのことあっちからやってくるものでもないと。一瞬のうちに過ぎ去っていくものだと。なので、手が伸ばせるうちにあるんだったら、それがチャンスかどうかも分かんなくても、伸ばしちゃう。手を掴んだ方がいいと。で、話すことはいつだってできるんだから、とりあえず掴んだ方がいいっていう、こういう名言もありますね。なので、YouTube がね、今でも多分オワコンって言われてるかもしれない。だけども、今できるんだったら、とりあえずそこに手を伸ばしてみて、3年後ね、もうこれでいいやと思ったら、そこで手を離せばいいだけなんで、一度ね、過ぎ去ってしまったものはもう掴めないんですよ。でも、一度掴んどけば、いつでも手を離せる状態なんで、自分が今できることをね、やってほしいなって思います。で、最後にですね、ここに、1000人到達するまでに、3年かかった落ちこぼれがいるんですよ。その落ちこぼれからの言葉で、1000人到達するまでに3年かかったんですけども、この3年がね、長いか短いかっていうのは、人それぞれだと思うんですけども、1000人到達した身から言わせてもらうと、この3年という月日はですね、もうどうでもよく思えてくるんですね。もう長いとも短いとも思わない。もうこれからね、自分がどうしていこうかなっていう考えが向いてるんで、3年かかった、長かった、長かったってずっとね、言ってる気にもなれないんですね。言ってしまえば1000人到達するまでずっとね、それまでのかかった時間っていうのをずっと考えてるんですけども、1回到達してしまえば、それまでかかった時間っていうのは実際ね、ほとんどね、どうでもよくなってくるんですね。長いとも短いとも思わないです。言うならばやっぱ短いって思いますね。意外と一瞬だったなっていう。なのでね、ここら辺の考えを参考にしてね、僕もね、これからも YouTube 活動頑張っていきますけども、まだ1000人到達してない人は、粘り強く頑張ってほしいなって思います。はい。ここまでですね、僕の YouTube、1000人到達するまで続けてこれた考え方ですね。それでは、後半の自己紹介動画に行きたいと思います。はい。それではですね、自分の自己紹介、50問のですね、一問一答を持って、自分の自己紹介をやっていきたいなと思います。これはね、本当にスピード感よくパッパパッパいきたいなと思います。はい。では行きたいと思います。まず1個目。年齢、社会人歴、読書歴。現在27歳で社会人4年目。読書歴がですね、2016年の8月から始めたんで、現在ですね、丸8年と8ヶ月、今9年目になります。なぜ読書を始めたんですか？これはですね、見えとかっこいいからです。なぜ読書を続けてるんですか？本がね、どんな効果があるかっていうのを好みを持って、実験してるっていうのもあって、あとはですね、頭が良くなってるっていう実感があるんで続けてますね。なぜ YouTuber になったんですか？これは副業のためですね。読書を広めたいと思って YouTube をやってるんですか？実際読書がね、効果があるかどうかっていうのも、まだ実験中の身なんで何とも言えないんですけども、この配信を通じてですね、少しでもね、考えが変わってくれる人がいたらいいかなって感じで、本の紹介をやってます。YouTube はいつまで続けるんですか？収益化して飽きが来るまでですね。本を読んでて良かったこと、活字への抵抗がなくなるってこと、逆に悪かったこと、時間がかかるってのと、口調が映るんですね。その時の読んでる本の登場人物とか語調がですね、映ってくるんですよ。初めて読んだ本。僕ね、中学時代にも本読んでたんですけども、その時に初めて読んだ本が、星新一さんの盗賊会社ですね。で、読書歴からカウントしている大学1年生で初めて読んだ本が、夏目漱石さんの我が輩は猫であれです。泣ける本、ママがもうこの世界にいなくても。心が燃える本、坂の上の雲。失う悲しみがわかる本、つなぐ。何かにひたむきに取り組みたくなる本、東京芸大最後の秘境。ミステリーベスト、シャドウ。何かを頑張ってる自分偉いと思わせてくれる本、火花。若者からの元気、行動力をもらう。成瀬は天下を取りに行く。めっちゃヘビー、沈黙。言葉って熱い。本日はお日柄もよく。大学生は危なっかしくて勇気がある。砂漠。家族って、そしてバトンを渡された。こういうの大好きだ。秘密。これは完全に僕の好みですね。読む人によって感じ方が異なるとか、あとは考察がね、広がっていく本っていうのは僕大好きですね。人って何？人間失格。男ってこういうもの。知人の愛。ヘビーというか絶望。砂の女。
青春、夜は短し歩けよ乙女、海外文学、老人と海。これほど人間の性善説を浮かせた作品はない。罪と罰。孤独の中でも手を差し伸べてくれる人はいる。52Hz のクジラたち。日本はここから復興した黒い雨。人生は勉強と旅だ。旅のラゴス。人生の軸ができる。塩刈峠。人間の建設。人間の建設。もし明日が人生最後の日ならもう一度読みたい本。星々の悲しみ。棺桶に入れてほしい本。星々の悲しみ。誰かにこの本最高だよって褒めちぎってほしい本。星々の悲しみ。はい、もう大好きなんですね。読まなきゃよかったなと思った作品。これはですね、宮部みゆきさんの絶対例とですね。これは心がすごいえぐられた。友人にまず一冊目を勧めるとしたら、夜は短し歩けよ乙女。読書で他人から評価されたことありますか？一回だけあります。就活の時の最終面接まで行った企業の技術部長かな、技術部門長かもしれないけども、その人にね、技術系の人で読書をしてるのは珍しいと。で、とてもいいことだっていう風に面と向かって褒めてくれましたね。でもその面と向かって褒めてくれた人は、読書歴の中で1回だけですね。その人だけです。一番読んでる作家、夏目漱石さんだと思いますね。これはね、読書歴の最初の方の大学1年生から3年生の間で近代文学をすごい読み漁ってたんで、その時にね、夏目さんをいっぱい読んだかなっていう。ただ理解はしてないんですけども、読書って何か読むコツありますか？特にないですね。読み切るのをゴールとするだけです。語彙力が上がるまでどれくらい時間かかりますか？語彙力が上がったと思ったことは一度もないです。メタ思考つきますか？つきます。感情豊かになりますか？なります。頭良くなりますか？なります。文章力上がりますか？これはね、上がりません。文章力が上がる本を読むしかないですね。読書の弊害、妄想が増えます。想像じゃなくて妄想が増えます。本選びどうしてますか？基本ね、話題の作品ばっか読んでますね。どこで読むのが一番読み進められますか？カフェですね。もう一度頭をまっさらにして読みたい本。星々の悲しみと、ママがもうこの世界にいなくても。これから挑戦したい作家、村上春樹ですね。実は一回も読んだことないんですよ。はい。以上がですね、僕の50問、一問一答でした。途中からね、ずっとなんか本を紹介するような感じになってましたけども、読書好きな人だったら、好きな本が挨拶代わりというか自己紹介代わりになるっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思って、こんな感じで撮らせていただきました。で、最後ですね、これ本当に雑談なんですけども、自分のね、座右の銘についてお話ししようかなと思って、これは、ね、結構長くなると思うんですよ。で、この座右の銘が、やっぱ座右の銘だけあって、この YouTube 活動もそうなんですけども、普段の自分の仕事だったり、プライベートの時に何かの選択の時も、この考えがね、自分の中で根付いてて、自分の軸となっている考えですね。それをですね、紹介したいなと思いまして、この座右の銘自体は結構有名な言葉で誰しもね、聞いたことがある言葉なんですよ。でも、それの普通の読み方は僕はあんま好きじゃなくて、自分なりの解釈の読み方、もしかしたらそこまで珍しい解釈じゃないかもしれないんですけども、僕のね、大好きな解釈があるので、それをね、紹介したいなと思います。まずはですね、僕の座右の銘を話しますと、これが有名な言葉で、なせばなる、なさればならぬ何事もですね。実はこの言葉の続きがあって、ならぬは人のなさぬなりけりっていう続きがあるんですね。これの意味としては、どんなことでも強い意志を持ってやれば、必ず成果が出るっていう言葉の意味なんですよ。もっとフランクに訳すと、やればできる、やらなかったらできないよっていう、至極当たり前のことを言ってるんですけど、これの普通の今の解釈みたいのが僕はあんま好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、やればできるっていう言葉、努力は必ず報われるとかもそうなんですけども、やったらできた人の言葉なんですね。やってできなかった人がやればできるよっていう言葉を残さないんですよ。努力は報われるもそうで、努力で報われなかった人が努力は報われるよっていう言葉を残さないんですよ。だから努力を報われた人しかその言葉を残さないんですね。なのでね、そういう意味で僕はあんまりこういう言葉は好きじゃないんですけども、でもね、また別の読み方、統治法、厳密に統治法かわかんないんですけども、統治法でパラレルワールドとか時間の進み、現在と未来の時間の進みを含めた解釈をした読み方が僕はすごい大好きで、どんな時でもね、自分の人生の選択において、かなり、軸となっている解釈をね、紹介したいなと思います。それがですね、なせばなると、なさればならなかったはずの何事もが、つまり今自分がやらないと決めたらできなかったはずの何事もが、今自分がやるって決めたらできるようになるっていう、こういう読み方が僕は本当に大好きで、要はパラレルワールドを考えて、やるって決めた自分とやらないって決めた自分がいると、それに対してそれぞれの未来があるんですね。で、どっちの未来を取りますかっていう
やらないと決めたらできなかったはずの何事もどんなものだとしても、今自分がここでやるっていう選択をしたら、できる未来が待ってると。もう本当に待ってるかどうかわかんないんだけども、でもちょっとでも自分の夢に近づく選択を取るっていうことができるかな。つまりもっとね、言ってしまうと、かなり人としての傲慢な部分が出ると。自分勝手な考えが出るんですけども、未来の自分が全部今の自分の選択によって決まっていくという考え。もちろん未来は結構複雑で、いろんな自分以外のね、自分ではどうしようもできないこととかもいっぱいかかってくるんですけども、結局やっぱり未来の自分を形作れるとしたら、今の自分の選択に関わってくるという考えですね。ちょっと傲慢な考え。未来は全部自分が決めてるんだっていう傲慢でもあるけども、ちょっと傲慢でもいいのかなって思うんですよ。結局ね、未来の自分が振り返るのって、過去の自分、今の自分に当たるわけなんで、未来の自分が後悔しない選択を取りたいな。実体験で話すと、やっぱね、読書がね、まさにそれに当たるんですよ。今からね、10年前の自分、18歳の時の自分が大学生になって読書を始めようって思ったんですね。で、その時の理由はね、見栄とかかっこいいからとか、頭良くなりたいなみたいな、知識がついたらモテるかなっていう風な考えで始めたんですけども、やっぱその始めた決断をね、僕はね、今でもね、過去の自分に対して感謝してて、どんな理由でもいいんですよ。どんなにゲスくてもどんなに崇高でも、やったことは変わらないんですよ。で、考えとか感情ってのはいくらでも変えられるんですけども、やったこと自体は変わらないと。だから、当初は下水考えでやったとしても、10年経って振り返ってみて、自分が積み上げてきたものを見返して、それで考えを変えてもいいんですね。なのでちょっとね、それましたけども、なせばなる。やったらできるっていうか、なんか残るんですね。なんか残ったものに対して、自分が後から理由付けしても何でもいいんですよ。でもやらなかったら、何も残らないと。そこに理由付けをしようともやったことがないんで、何とも言えないんですね。こういうね、考えが僕は本当にね、大好きなんですよ。時間的な進みがあったりとか、あとはパラレルワールドみたいな、やった自分が住んでる世界線と、やらなかった自分が住んでる世界線を想像して、どっちの自分の方が、楽しそうかなっていう、やればできると、やらなかったらできなかったはずの何事もが、今自分がやるって言ったら、できる未来が待ってるっていう、こういうね、読み方が本当に大好きでね、ちょっと傲慢な部分も入りますけども、でも、今の自分の行動、決断をね、勇気づける言葉になってるかなと思うので、これをね、僕は自分のね、座右の銘にしてます。はい。以上がですね、僕の、自己紹介動画ですね。最後、座右の銘についてちょっとね、長く語りましたけども、自分はこういう人間だよってことが分かってくれればいいかなと思います。これからも、本を通じてね、いろんな考えとかを発信していきたいなと思ってますので、これからもですね、応援のほどよろしくお願いします。はい、今回はですね、登録者1000人到達して、それまでにね、自分がどういう考えでやってきたかっていうのと、あとは自分の自己紹介の動画を撮らせていただきました。少しでもね、参考になったら嬉しいなと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。